ゆっくり解説。懐かしの深夜放送。1970年代オールナイトニッポン。もう一度聞きたいパーソナリティランキング。ねえマリサ、今みたいにスマホもインターネットもなかった1970年代って、若者たちは夜の時間、何を楽しみにしていたのかな？私、全然想像つかないや。お、いいところに気がついたな、レイム。その時代の若者たちの夜を支配していた最強の娯楽。それが、深夜ラジオ。中でも日本放送のオールナイトニッポンだったんだぜ。オールナイトニッポン、名前は聞いたことあるけど、そんなにすごかったの？みんな聞いてたってこと？もちろんだぜ。勉強部屋の片隅で、あるいは親に隠れて布団に潜り込んで、イヤホンから流れてくる声に夢中になったんだ。それはただの放送じゃなく、同じ時代を生きる仲間との秘密の集会みたいなもんだったのさ。そこで今回は、そんな70年代の伝説のパーソナリティをランキングで紹介するぜ。第10位。坪井紀夫。1977年10月から1979年3月。いよいよランキングの発表ね。記念すべき第10位は、一体誰なのかな？ワクワクする。ああ、行くぜ。1970年代オールナイトニッポン。もう一度聞きたいパーソナリティランキング。第10位は、放送禁止歌の帝王の異名を持つ男、坪井紀夫だ。放送禁止歌の帝王。なんだかすごそうな、でも、ちょっとヤバそうな肩書きね。一体どうしてそんな風に呼ばれるようになったの？そりゃあ、彼の放送スタイルが、当時の常識をぶち壊すほど過激で斬新だったからなのさ。特に彼自身が歌う曲がとにかくヤバくてな。中でも代表曲が1975年にリリースされた、金太の大冒険だぜ。この曲、一見すると主人公金太くんがマカオを目指す冒険物語なんだが、歌詞のフレーズを区切る場所を変えると、とんでもない意味に聞こえるんだ。どういうこと？言葉遊びみたいなもの？その通り。例えば、金太、松と、マカオに作って歌詞があるんだが、これを、金太、マカオに作って区切って歌うと、わかるだろ？こういう巧妙なダブルミーニングの嵐で、曲を聴いた若者たちは大爆笑。でも、さすがに公共の電波で流すには刺激的すぎた。結果、多くの放送局で要注意歌謡曲、つまり事実上の放送禁止扱いになっちまったんだぜ。だからこそ、放送禁止歌の帝王ってわけさ。なるほど。そういうことだったのね。表向きは普通の歌なのに、裏の意味を込めるなんて、なんだか頭が良くないとできない芸当な気がするわ。面白い。だろ？彼の凄さはそれだけじゃないぜ。他にも、極めつけおまんの方なんて曲もあってな。彼の放送は、こういう刺激的な歌と、リスナーから寄せられるアホな投稿はがき、そして社会風刺を交えたトークが三位一体となった、唯一無二の世界だったんだ。単に下品なだけじゃなくて、権威を笑い飛ばす知的な批評精神があった。だからこそ、一部の熱狂的なファンに支持されたんだぜ。このギリギリを攻めるスリルとインテリジェンスが、今、もう一度聞きたいと思わせる魅力なんだよな。第9位。糸井五郎。1967年10月から1972年10月。放送禁止歌の帝王、強烈だったわね。さて、続く第9位はどんな人が登場するのかしら？今度は落ち着いた人だといいな。いいリクエストだぜ。それじゃあ行くぜ。第9位は、この人なくしてオールナイトニッポンは始まらなかった。キングオブ DJ の称号を持つ伝説の男、糸井五郎だ。糸井五郎？ごめんなさい、私、存じ上げないわ。キングオブ DJ ってことは、すごく偉大な人なのよね？担当期間を見ると、1967年からってなってるけど、その通り、彼は何を隠そう。1967年10月1日に放送を開始したオールナイトニッポンの、正真正銘、初代パーソナリティの一人なんだぜ。そもそも日本でディスクジョッキーというスタイルを確立させたパイオニアと言われている。まさに伝説中の伝説、神様みたいな人なんだ。初代パーソナリティ。それに、ディスクジョッキーの神様。なんだか想像もつかないくらいすごい人なのね。一体、
彼の何がそんなに伝説なの？彼の功績は数えきれないが、最大の功績は、今や誰もが知るあの曲を、オールナイトニッポンのテーマ曲に選んだことだぜ。そう、ビタースウィートサンバさ。この曲が番組のオープニングとエンディングで流れるようになったのは、何を隠そう、初代月曜担当の糸井五郎の選曲だったんだ。この曲がなければ、オールナイトニッポンのあの雰囲気は生まれなかったかもしれないんだぜ。へえ、あの有名なテーマ曲を選んだのが、この糸井五郎さんだったのね。それは知らなかったわ。じゃあ、放送も音楽が中心だったのかしら？その通りだぜ。後のタレントパーソナリティたちのようなおしゃべり中心の放送とは一線を画していた。彼の武器は、膨大な音楽知識に裏打ちされた選曲と、紳士的で落ち着いた語り口。最新の洋楽をリスナーに届け、音楽の魅力を深く、そして優しく伝えたんだ。番組のオープニングで言う GoGoGo&Goes On っていう決め台詞は、自身の名前、五郎と英語の5をかけた洒落たものでな。まさに音楽を届けるプロ、キングオブ DJ の名にふさわしい放送だったんだぜ。第8位、イルカ。1974年7月から1975年9月。初代 DJ の糸井五郎さん、渋くて素敵だったわね。番組の歴史を作った人の話は重みがあるわ。さて、続く第8位はどんな方なのかしら？ああ、行くぜ。第8位は、その優しい歌声と人柄で、荒々しい70年代の深夜放送に一輪の花を咲かせたオアシス的存在、シンガーソングライターのイルカだ。イルカさん、あの歴史的な名曲、名残雪を歌っている方よね。あの曲は私でも知ってるわ。でも、なんだかこれまでのランカーとはちょっと雰囲気が違う感じがするわね。いいところに気がついたな。イルカのオールナイトニッポンは、まさに彼女の歌のイメージ通り、優しさと温かさに満ちた放送だったんだぜ。彼女は番組初の女性単独パーソナリティだったんだが、当時の深夜放送といえば、やはり男性パーソナリティによる破天荒でちょっとお下劣なノリが主流だった。その中で、イルカの存在はひときわ輝いていたのさ。初の女性単独パーソナリティ。それはすごいわね。じゃあ、放送の内容もやっぱり他の人とは違ったのかしら？その通り。彼女の最大の魅力は、リスナーに優しく寄り添うお姉さんのような存在感だったんだ。リスナーから届くハガキ一枚一枚に真剣に耳を傾け、自分の友達に話しかけるように、時には励まし、時には一緒に悩んでいた。特に、深夜に孤独と戦いながら勉強を頑張る受験生たちにとって、彼女の穏やかな声は、何よりの癒しと支えになったんだぜ。なるほど。試験勉強で心細い時に、ラジオから優しい声援が聞こえてきたら、それはすごく心強いでしょうね。音楽のコーナーもあったの？もちろんだぜ。特に人気だったのが、ギターの弾き語りコーナーだ。ラジオから流れてくるイルカの繊細な生歌は、リスナーにとって最高の贅沢だった。もともと、シュリークスという実力派フォークグループで活動していただけあって、その歌声と演奏は本物。他の番組のようなバカ騒ぎとは違う、心と心で繋がるような温かい時間が、イルカのオールナイトニッポンには流れていたんだ。その唯一無二の優しい時間が、今も多くの人の心に残り続けているんだよな。第7位、所ジョージ。1977年10月から1980年3月。イルカさんの優しい放送、素敵だったわね。深夜のオアシスっていうのがよくわかるわ。さて、第7位はどんな人が来るのかしら？次はまた雰囲気がガラッと変わりそうね。その通り。ここからはまたヤバい男たちのターンだぜ。第7位は、後の芸能界を代表するミスター適当。この頃からすでにその才能の片鱗を見せていた男、所ジョージだ。所ジョージさん、もちろん知ってるわ。でも、どちらかというとテレビの司会者のイメージが強いけど、オールナイトニッポンでは、どんな感じの放送だったの？真面目にやってたのかしら？真面目？はは。その言葉が一番似合わない放送だったかもしれないぜ。彼のオールナイトニッポンの最大の特徴は、まさに究極のゆるさと行き当たりばったり感さ。
かっちりした台本なんてお構いなし。放送が始まっても、気が乗らないと鼻歌を歌ったり、スタッフと雑談したり、思いついたことを脈絡なく話し続けたり、まるで友達の部屋に遊びに来たような、そんな空気が流れていたんだ。そんなに自由で大丈夫だったの？リスナーは怒らなかったのかしら？いや、むしろその、頑張らないスタイルが、当時の若者たちの心をがっちり掴んだんだぜ。特に人気だったのが、所ジョージが即興でギターを弾いて歌にする、ムーンナイトセレナーデの替え歌コーナーだ。これが彼の音楽的センスとユーモアの才能が爆発する名物コーナーでな。どんなに変な歌詞でも、彼の手にかかれば、なぜか名曲っぽく聞こえるんだ。この、くだらないことを全力で楽しむ姿勢がたまらなかったのさ。即興で替え歌を作るなんてすごいわね。それは聞いてみたい。他にも何か人気のコーナーはあるの？もちろんだぜ。あなたの街の突っ張りバカだ。このコーナーでは、リスナーが投稿した街の不良少年、突っ張りの面白いエピソードを、所ジョージがユニークなコメントや替え歌にして披露するという人気コーナーだったんだぜ。このコーナーは、当時の若者文化や突っ張りという言葉を広めるきっかけとなり、リスナーに強い印象を与えたんだぜ。今のテレビで見る面白いおじさんのイメージは、このラジオ時代にすでに完成されてたってわけだな。第6位、あのねのね、1973年7月から1976年9月。所ジョージさんの頑張らないスタイル、すごかったわね。ある意味、究極のエンターテイメントだった気がするわ。さて、続く第6位はどんな人たちかしら？次のランカーは、所ジョージとはまた違ったベクトルで、リスナーを巻き込む天才だったぜ。第6位は、清水国明と原田信郎のフォークデュオ、あのねのねだ。あのねのね、名前は聞いたことがあるわ。二人組なのね。所さんが一人の自由な放送だったけど、コンビだとまた雰囲気が変わりそうね。どんな放送だったの？彼らの放送は、一言で言うと、深夜の悪ふざけ学園祭だな。所ジョージが友達の部屋のダベリだとしたら、あのねのねはクラスの悪ガキが中心になって盛り上げるお祭り騒ぎなんだ。常にハイテンションで、とにかくリスナーを巻き込んだくだらないいたずらを全力で楽しむスタイルが最高だったんだぜ。深夜の悪ふざけ学園祭。なんだか楽しそうだけど、ちょっと危なっかしい響きね。具体的にはどんなことをしてたのかしら？彼らの真骨頂は、リスナー参加型の無茶苦茶なクイズコーナーだぜ。中でも伝説なのが、時報クイズ。午前2時になると、本物の時報の音を3回流して、さて、本当の時報はどれでしょう？なんてクイズをやるんだ。当然、放送法に触れる危険があって、局の上層部から大目玉を食らったらしいぜ。時報でクイズなんて、そんなの放送でやっちゃっていいの？プレゼントは豪華だったりしたの？そこが彼らの面白いところさ。そのクイズ、ガム島素敵な旅クイズって名前でな。リスナーはグアム島の旅が当たると思うだろ？でも実際の商品はガム10個と福助の旅だったんだ。他にもホンダの7班をプレゼントと見せかけて、実際はホンダって掘られたハンコが7本だったりな。この壮大なダジャレと、ギリギリを攻める悪ふざけこそが、あのねのねの真骨頂。パーソナリティが一方的に喋るんじゃなくて、放送をみんなのいたずらに変えたこと。その功績が何よりすごいんだぜ。第5位、南こうせつ。1975年4月から1976年12月。あのねのねの悪ふざけ、本当にひどいわね。でも、なんだかんだで楽しそうだったわ。さて、いよいよトップ5に突入ね。第5位はどんな方なのかしら？ここからはレジェンド中のレジェンドが登場だぜ。第5位は、70年代フォークソングブームの頂点に君臨したグループ。かぐや姫のリーダー、みんなの頼れる兄貴、南こうせつだ。南こうせつさん。神田川や赤ちょうちんの人よね。まさに大スターじゃない。イルカさんみたいな、しっとりとした音楽を聴かせる番組だったのかしら？半分正解で、半分違うな。もちろん彼の奏でるギターと歌声は最高だったが、後節のラジオの真髄はそこだけじゃない。
彼の放送を一言で表すなら、深夜の談話室。優しい大分弁で語りかける。リスナーにとっての頼れる兄貴そのものだったんだ。彼の前では、誰もが素直に自分の心を打ち明けることができたのさ。頼れる兄貴か。素敵ね。具体的には、どんな風にリスナーと向き合っていたの？彼の番組で最も人気だったのが、リスナーの青春の思い出を紹介するコーナーだったんだ。恋愛の悩み、友人とのすれ違い、将来への不安、リスナーから寄せられた、甘酸っぱくて、時にはほろ苦いハガキの一枚一枚を、後節はまるで自分のことのように、ゆっくりと、そして真剣に読んでいた。ただ読むだけじゃない。その言葉の奥にあるリスナーの感情を、丁寧に汲み取っていたんだ。はがきに書かれた気持ちを、自分のことのように、なんだか、聞いている方も引き込まれそうね。その通りだぜ。そして、はがきを読み終えた後、ぽつりと一言感想を述べ、その物語にぴったりの曲をギターで弾き語るんだ。その歌声が、傷ついたリスナーの心を優しく包み込む。これまでの放送にあったようなバカ騒ぎや悪ふざけは一切ない。そこにあったのは、ただひたすらに温かい、心と心の触れ合いだった。日本中が熱狂したフォークの神様が、ラジオの前でたった一人のリスナーのために歌ってくれる。これ以上に贅沢な時間はなかったんだぜ。第4位、タモリ。1976年10月から1983年9月。南こうせつさんの深夜の談話室、心に染みたわ。リスナー一人一人と向き合う姿、素敵だったわね。さて、第4位。ここからはもう伝説の領域ね。ああ、その通りだぜ。こいつを伝説と言わずして誰を言う。第4位は、後のお昼の顔でありながら、その本質は深夜のアングラ芸の帝王、ミスターデタラメ、タモリだ。タモリさん、あのサングラスの、もちろん知ってるけど、今のタモリさんからは、深夜ラジオの過激なイメージなんて全く想像つかないわ。一体どんな放送だったの？今のタモリを想像して聞いたら、腰を抜かすこと間違いなしだぜ。彼のオールナイトニッポンは、テレビでは絶対に見せない密室芸の集大成だったんだ。意味不明な鳴き声を発するイグアナのモノマネや、様々な国の言葉をデタラメに模倣する花もげラ語講座。わかるやつだけわかればいい、という非常に閉鎖的で、濃密な空気が流れていたのさ。花もげラ語。なんなのそれ。外国語講座じゃなくて、もう何から何まで意味がわからないわ。花もげラ語は、タモリが生み出した、それっぽく聞こえるデタラメな言語だ。彼はそのデタラメな芸を、さも高尚なものであるかのように、哲学的な語り口で展開していく。この、くだらないことをインテリジェンスで包み込むスタイルが、一部の熱狂的なリスナーの心を掴んで離さなかったんだぜ。常連のハガキ職人とのうちはネタの応酬は、もはや新規リスナーを完全に置き去りにするレベルだった。わかる人だけが楽しめる、秘密のクラブみたいな感じだったのね。なんだかすごく刺激的だわ。刺激的、なんて言葉じゃ生ぬるいぜ。平気で放送禁止用語を連発し、あまりに過激で下品な内容に始末書を書かされるなんて日常茶飯事。だが、それはただのバカ騒ぎじゃない。根底には彼の持つジャズや歴史への深い造形が流れていて、知性が伴った狂気だったんだ。この、テレビでは絶対に放送できないアナーキーな笑いこそが、タモリの原点であり、オールナイトニッポンの伝説として今も語り継がれているのさ。第3位、吉田拓郎。1974年9月から1975年9月。第4位のタモリさんは、独特の世界観でリスナーを魅了しましたね。さて、いよいよベスト3。誰が登場するんでしょうか？ドキドキします。よっしゃ、レイム。みんなも待ちわびていたはずだぜ。第3位にランクインしたのは、日本の音楽シーンに革命を起こした男、吉田拓郎だぜ。彼のむき出しのメッセージと熱い叫びは、当時の若者の代弁者となったのぜ。吉田拓郎さん、結婚しようよとか名曲ばかりですよね。オールナイトニッポンでは、どんな風に若者の代弁者になったんですか？彼の番組が熱狂的に支持された理由は、忖度なしで本音を語るストレートな姿勢と、
リスナーの心を揺さぶる強烈なメッセージ性にあったんだ。彼はフォークソングで社会の矛盾を問い、ラジオで若者の鬱屈した感情を解き放ったのぜ。へえ、ストレートな姿勢とメッセージ性。具体的にどんなエピソードやコーナーがあったんですか？気になります。もちろんだぜ。彼のパーソナリティ時代で最も語り継がれているのが、1975年9月、自身の口から最初の夫人、四隅恵子さんとの離婚発表をしたことだぜ。週刊誌に嘘を書かれる前に自分の言葉で伝えたいと、離婚原因やマスコミ批判など、なんと2時間かけて話したんだ。これに激怒したマスコミが放送終了後に日本放送へ殺到し、拓郎ともみ合いに、彼はあんたら地獄へ行くよとまで罵ったんだぜ。この騒動により番組は打ち切りとなり、結果的にその回が最終回になったんだ。まさに彼の生き様そのものがラジオだったんだ。ご自身の離婚を発表。しかも2時間も、マスコミともみ合って地獄へ行くよなんて、番組が打ち切りになるほどの騒動だったんですね。その通りだぜ、レイム。吉田拓郎は、音楽だけでなくラジオを通して、若者の感情を代弁し、自らの人生さえもさらけ出すことで、時代を動かすムーブメントを生み出した。彼の魂の叫びこそが、堂々の第3位にランクインさせた理由なのぜ。第2位、中島みゆき。1979年4月から1987年3月。第3位の吉田拓郎さん、人生をさらけ出すラジオでしたね。さあ、いよいよベスト2。誰でしょう？ワクワクします。よっしゃ、レイム。第2位は、歌姫、中島みゆきだぜ。彼女の歌声と飾らない言葉は、多くのリスナーの夜に寄り添ったぜ。中島みゆきさん、時代とか名曲ばかりですよね。オールナイトニッポンでは、どんな番組だったんですか？飾らない言葉って？彼女の番組が支持された理由は、独特のパーソナリティと、リスナーの悩みに真正面から向き合うメッセージ性にあった。本音で語る言葉が深夜のリスナーの拠り所だったのぜ。へえ、真正面から向き合うんですね。具体的にどんなエピソードやコーナーがあったんですか？気になります。だろ？彼女は歌で作り上げた重厚なイメージを、自らのラジオで笑い飛ばし、ぶち壊していったんだ。だがな、ただふざけているだけじゃない。一度だけ、彼女がリスナーのハガキを読まなかったことがある。深刻な悩みが書かれていたんだろうな。彼女はただ一言。あなたのお悩みは私には大きすぎて簡単にはお答えできません。とだけ言ったんだ。安易に励ますのではなく、一人の人間として正直に、真摯に向き合った。この底抜けの明るさと、深い誠実さの二面性こそが、リスナーを虜にした。歌で心を救い、ラジオの笑いで元気を与え、そして時には共に苦悩する。これほど完璧なパーソナリティは、後にも先にも彼女だけだろうな。厳しい言葉の中にも愛情があったんですね。そして、安易な助言をしない誠実さも、名言もたくさん生まれそうですね。その通りだぜ、レイム。中島みゆきは、深夜ラジオに本音と共感を吹き込み、リスナーの心をわしづかみにした。堂々の第2位だぜ。第1位、笑福亭鶴光。1974年4月から1985年10月。中島みゆきさんの二面性、鳥肌が立ったわ。歌で心を救い、ラジオで元気づけるなんて、完璧なパーソナリティね。さあ、ついに来たわね。数々の伝説を抑え、オールナイトニッポン黄金時代の頂点に立つ。栄光の第1位は一体誰なの？今から語るのは、もはや放送史における事件そのものだ。すべての伝説は、この男の前では霞んでしまう。11年9ヶ月という圧倒的な放送期間。空前絶後の聴取率。深夜ラジオの概念を作り、その頂点に君臨し続けた絶対王者。第1位は、ミスター深夜ラジオ笑福亭鶴光だ。笑福亭鶴光さん、落語家の方よね。タモリさんや拓郎さん、中島みゆきさんといった、時代を作ったカリスマたちを抑えて1位って、一体どんなにすごい放送だったの？どんなに革新的で、知的な内容だったのかしら？知的？革新的？はわは、麻薬だぜ。
彼の放送にそんな高尚なものは一切ない。あるのはただ一つ。鉄頭鉄尾、小学生レベルのエロと下ネタだけだ。エロと下ネタだけ。そんな番組がどうして1位なのよ。信じられない。だが、それが真実だ。彼の放送は、思春期の男子中高生の欲望を、何のひねりもなく、ただひたすらストレートに解放し続けた。女性リスナーとの電話対談では、乳頭の色はなんて平気で聞くわ。リスナーから募集したエロい体験談をミッドナイトストーリーと称して、大真面目に朗読するわ。今なら一発で放送中止、BPO 直行の嵐だぜ。乳頭の色って、ひどすぎるわ。低俗よ。どうしてそんな番組が、伝説のカリスマたちを超えられたのよ。いいかレイム。深夜ラジオの本質とは、解放だ。拓郎は、魂を解放し、みゆきは、ギャップで心を解放した。だが鶴光は、人間の最も本能的で、誰もが隠し持っている、性という名の欲望を、笑いに変えて解放したんだ。ノンかという決まり文句とともに、日本中の男子が布団の中でラジオに耳を澄ませた。それは、理屈も知性も超えた、抗うことのできない圧倒的なエネルギーだった。オールナイトニッポンが深夜の王者たるゆえん、その全てを体現したのが、この笑福亭鶴光だったんだぜ。総評、まとめ。いやー、凄まじいランキングだったわ。下ネタ一筋の鶴光さんを筆頭に、魂を叫ぶ拓郎さん、狂乱の女子会を開くみゆきさん、本当に個性の殴り合いね。テレビじゃ絶対に見られない、パーソナリティの元の顔がそこにあったのね。その通りだぜ。彼らはみんな、リスナーの魂を解放したんだ。社会への怒り、誰にも言えない悩み、そして隠れた欲望。それらを電波に乗せて、笑いや、歌や、本気の言葉に変えて共有した。たった一人、布団の中で聞くラジオが、日本中の若者とつながる秘密基地だったんだ。秘密基地？素敵な言葉ね。ただの放送じゃなくて、リスナー一人一人の青春そのものだったんだわ。オールナイトニッポンの黄金時代、本当に奥が深いわね。ああ、だからこそ、今でもこうして語り継がれる伝説なんだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。